専門店山根正弘店長です。今回は鏡面加工の依頼をいただきました。鏡面加工する包丁はこちら、その UX10 筋引きです。こちらの方を鏡面加工していきたいと思います。それでは作業入ります。作業前の状態を見ていきましょう。全体的に普段から綺麗に研がれてメンテナンスしているので刃の欠けもなく良い状態です。刃先がややつる首になりかけてますね。この刃先の曲がりつる首も修理していきます。まずは表面加工の下準備として包丁についている研ぎ傷や包丁の地模様をサンドペーパーでこすってきれいにしていきます。まずは500番の耐水サンドペーパーを濡らしてこすっていきます。この粗めのサンドペーパーでこすって表面の下地作っていきます。この作業でだいぶ仕上がりが変わるんですよ。ここは根気よくこすっていく。500番のサンドペーパーでこすりました。完全に UX10 の刻印消えちゃいましたね。下地できました。次に500番では粗いので2000番の耐水サンドペーパーで再びこすります。500番だとやはり光沢が出ないので2000番でこすって表面加工の下地作り。2000番で磨きました。だいぶ光沢が出てきました。続いて研ぎ作業。まずは刃先の曲がりつる首を直していきます。このつる首手で直すのは正直むちゃくちゃ時間がかかるんで円盤の砥石が回るこの研磨機で刃先のつる首直していきます。刃先のカーブをイメージしながら直していきます。刃先の曲がりつる首が直りました。ここから磨き作業。まずは粒子が300から500番ぐらいと言われる赤棒で磨き上げていきます。耐水サンドペーパーだけで表面にするのは時間がかかりすぎるのでディスクグラインダーのハブに研磨剤赤棒をつけて磨き上げる。やはり機械だとパワーとスピードが違う。より表面に仕上がっていきます。赤棒で磨き上げました。まだまだ光沢に程遠いのでどんどん磨いていきます。続いて粒子が1000番相当と言われる白棒で磨いて最後に5000番相当の粒子の青棒で磨き上げたら研磨作業終了。味噌の UX10 の筋引きが唯一無二のピカピカの鏡面仕上げになりました。ここから研ぎ作業入ります。ディスクグラインダーで溶包丁を鏡面加工すると刃が全体的に寝てしまうので新たに刃をつける作業が必要です。まずは1000番の砥石で刃をつけていきます。片刃でなく両刃で仕上げてくれという依頼なので今回は両刃仕上げ。まずは片面を研いで返りを出していきます。全体的に返りが出たら次は裏面を研いでいきます。この段階で両刃にしていきます。左右同じ回数を研いでとか言われますが左右で研ぎ方が全然違うので回数でなく目で見て両刃に調整していきます。両刃に研ぎ上げました。続いて仕上げ砥石での研ぎ。せっかく鏡面仕上げにしたのに中砥石だけじゃもったいない。刃もピカピカになりさらによく切れるように仕上げ砥石で研ぎ上げます。普通の研ぎ屋さんだと中砥石で研ぎ終わるとこが多いんですが食器専門店山根では仕上げ砥石で綺麗に最後まで研ぎ上げます。まずは片方を研いで返りを出していきます。全体に返りが出たら今度は反対側を研いで返りを取っていきます。ここで両刃の最終調整研ぎの作業。最後は砥石の面直しをして両面を力を入れずに軽く砥石でなぜたらおしまいです。イメージは小さな返りを取る感じで軽くなでてください。やった！研ぎ作業終了です。バシバシに刃がついてます。仕上げとしてここで再び磨き作業。研いだ時に次ぐ研ぎ傷などを取るのとさらに表面に仕上げていきます。固形研磨剤青棒をミニルーターのハブにつけて磨き上げる。先ほど磨きに使ったディスクグラインダーだとパワーがありすぎるのでパワーがないこのミニルーターで磨きます。パワーがないのでよりピカピカの表面に仕上がります。刃はバシバシに研ぎ上げたので刃に当たらないように細心の注意をして磨き上げる。ミニルーターで両面磨き上げました。かなりピカピカになってます。最後の作業。最後はやっぱり手による磨き上げ。包丁用コンパウンド表面職人で磨き上げます。機械では出ない光沢が手磨きなら出るんです。最後にこうやって手で磨くことによりよりピカピカの表面に仕上がります。表面職人で磨き上げました。こんなにピカピカに仕上がりました。
全ての工程が終わりました。まずは加工前の状態を見ていきましょう。ややつる首気味になっている以外は刃の欠けもなく状態のいいミソの UX10 筋引き包丁です。その筋引きを加工することによりなんてことでしょう。刃先のつる首を直して本来の形状に、そして刃全体を磨き上げることによりミソの UX10 の刻印は完全に消えてしまいましたが、ピカピカの鏡面仕上げに生まれ変わりました。ミソの UX10 鏡面筋引き包丁になりました。 UX10 は硬い材質なのでなかなか鏡面になりませんが、一回鏡面にすると硬いだけに鏡面が長続きするんです。お客さんが見える場所でこんなピカピカな包丁で調理してると特別感ありますよね。今回はこちらのミソの UX10 の方を表面加工していきました。やっぱりピカピカでかっこいいですよね。残念ながらやっぱり表面で磨いていくので、ここのUX10 という文字は消えてしまいました。全体的にピカピカになっていい感じということで切れ味なんですが、やっぱり刃をね研ぎ直したんで、もうほんますごくやっぱり UX10 はよく切れますね。やばいぐらいに切れてる。食器専門店山根では研ぎ直し、刃の修理いろいろやっております。こんなんもできるかなとかいうのがあればお問い合わせください。今回はミソの UX10 筋引き表面加工の動画でした。また次回動画お楽しみに。